こんにちは。この動画はアンリールエンジン5用ダンジョン生成プラグイン、ダンジョンジェネレーターのチュートリアル3回目です。このチュートリアルを学ぶことで、ランダム生成されるダンジョンをあなたのプロジェクトに組み込むことができます。ダンジョンジェネレーターは FAB で発売していますが、機能を限定したフリー体験版を GitHub で配布しています。ダンジョンジェネレーターはアンリアルエンジンのバージョン 5.1 以上に対応しています。チュートリアルではファーストパーソンテンプレートを使用していますが、他のテンプレートでも使用できます。今回は自分が作成したレベルをダンジョンの部屋に取り入れる方法について説明します。まずはサブレベルを作成します。空のレベルを選択。何もないレベルが作成されました。サブレベルに使用するメッシュに制限はありません。このビデオでは自動生成で使われる同じメッシュを使っていますが、自分で作ったモデルやマーケットプレイスのモデルなど自由にデザインしてください。このレベルをダンジョンのサブレベルとして機能させるため、レベルスクリプトの規定クラスを変更する必要があります。レベル、スクリプト、アクターからダンジョン、サブレベル、スクリプト、アクターに変更してください。そして、クラスの設定でもう一つ必要なことがあります。このサブレベルの大きさをグリッド単位で指定してください。今回は、横幅が3グリッド、奥行きが3グリッド、高さが2グリッド、そして、グリッドの大きさが水平と垂直が両方とも400の内容で作ります。設定が完了すると、レベルにグリッドが表示されます。サブレベルをセーブします。サブレベルに他のオブジェクトを置いていきましょう。この場所から再生するとライトがないので真っ暗になります。確認用のライトを置きます。このライトはダンジョンでは発光してほしくないので、エディタのみのアクターとして設定します。これで編集専用のライトができました。コンテンツブラウザを右クリックして、サブレベルデータベースを作成します。サブレベルデータベースを開きます。スタート部屋の設定、ゴール部屋の設定、必ず生成されるレベルとランダム抽選して作成されるレベル。スタート部屋に先ほどのレベルを設定します。天井と床のメッシュを自動生成するか指定します。サブレベルのグリッドサイズとダンジョン、ジェネレート、パラメーターのグリッドサイズは必ず同じにしてください。サブレベルの位置の説明を忘れていました。もう一度サブレベルを開きます。表示されているグリッドの範囲にメッシュを移動してください。これで位置が調整できました。セーブしたら、もう一度確認します。今度は、正しい位置にスタート部屋が生成されています。もう少し、スタート部屋に物を増やしてみましょう。今は、おしゃれなオブジェクトがないので、壁を部屋に置きます。メインレベルに戻ってゲームを開始します。壁が配置されています。ゴール部屋にも同じサブレベルを指定します。
部屋の数を3にして、ゴールへ行きやすくします。このようなゴールの部屋もサブレベルに置き換えることができました。あれ？迷った？戻れた。今回は自分が作成したレベルをダンジョンの部屋に取り入れる方法について説明しました。サブレベルには敵やボスアクターを配置して戦闘中心の部屋にしてもいいですし、罠を配置して攻略中心の部屋にすることができます。いろいろなアイデアを試してください。次回はサブレベルの機能について説明します。いつもいいねやコメントありがとうございます。少しずつフォロワーさんが増えてきてくれて大変励みになっています。ドキュメントへのリンクは概要欄をご覧ください。質問は Discord や GitHub のディスカッションにお願いいたします。また、アートに関すること、機能に関することなどご意見も大歓迎です。ご視聴ありがとうございました。ヘバナ